まーさんレトロゲーのんびり実況始まるで。今回はゲームボーイからの方ディスクシステム。憧れたわ。ディスクシステムほんと欲しかったですよね。めっちゃ欲しかった。ティロリ起動音はすでに神々しい。聞くだけで快楽物質が。ちょっと待つで。ゲームタイトル出たらタイトルコールですね。そうや、ここは待たんとあかん。了解です。リンクの冒険やります。どいどい。おや、すでにマーさんはクリアしていますね。今回はうちが新たに始めるんや。新規でデータ作るで。コロネって K から始まるんですか？知らんけどコア KO やろ。 CO の可能性。英語11点のマーさんにそこは期待してはいけない。ローマ字はイタリア語です。それは男塾のあれやろ。先ほどの一部発言に知らん人に誤解を与える場面があったことを深くお詫び申し上げます。まだゲーム始まってないのにもう謝罪。誰のせいでこうなったん？すまない。さて始まりましたリンクの冒険。マーさんはディスクシステムのゲーム好きですよね。好きというか未プレイのゲームがほとんどで憧れと言っていい。ほとんど遊んだことないけん実際は好きかどうかはわからん。このリンクの冒険もゲームボーイアドバンスのファミコンミニディスクセレクションで初めてちゃんと攻略したようです。ちょっと遊ばせてもらったことはあるんやで。ゲームの方では早くも早送り。経験値稼ぎしとるねん。スライムとスライムベス倒してレベル2まで頑張る。この雑魚敵は赤が美と青がボトです。青い方が少し強く経験値もにくれます。たまに経験値袋を落とすんやで。落としましたね。賞味これがないとやってられん。3種から1つ選びます。今回はアタックを選択。これでスライムを一撃で倒せる。3種すべてを同じレベルまで上げるとセーブできるので攻撃力特化一撃で倒せたのような育て方は基本的にはできません。アタックだけレベル上げてもゲームオーバーしたら1に戻るんやで。すべてを2で合わせればゲームオーバーしても2でコンティニューできます。しかし見てくれこの必要経験値。100必要。スライムを100匹倒せないとレベルアップできない。ドラクエの勇者も真っ青な陶器道よ。ほとんど経験値袋頼みですね。経験値袋への期待がないとやってられんですわ。それでも頑張りました。レベルアップです。すべて2まで上げました。ネクスト経験値が300。多分大丈夫ですよ。謎の自信。街に入らないんですか？そういえばあっちに経験値袋があったような。次のレベル3に備えて取っておきましょう。50ですね。もはや50程度やと満足できない体に3種すべてを3まで上げるので900必要。到達できる気がせんのやけど。大丈夫ですよ。ほんまに？ひとまず初めの夏で魔法を教えてもらいましょう。ぜひとも。新年に行く前に私の家に来てじいちゃんに会って。なんかある？お邪魔します。勇者を迎え入れてくれた。結構広いんやね。タンスを調べたい。それっぽいところに来たわ。三角帽子のおじいちゃん。新年はガラパ砂漠にあるこの魔法で家を守るがよい。シールドの魔法を教えてもらいました。一瞬で覚えるゼルダくん。リンクの冒険ですよ。わざとですよね。このわざとらしいコメント嫌いじゃない。また孤独のグルメか。シールドは頻繁に使う重要な魔法です。あまりケチらずに怖くなったら使いましょう。ケチりそう。その気持ちはわかる。砂漠を南に行ってハート取り行こう。安全運転でお願いします。こんなところでミスって残機を減らしとうない。ほんとそれで。危ない。見えんかった怖かった。ああいうので落ちておしゃかるんですよね。ハートの器は目の前や。ありました。シールド使います？取ったら回復するしええか。まあそうですね。ゼルダではおなじみの敵ゴーリャ。いつもブーメラン投げています。ハートの器ゲット。最大 HP が1増えたで。では寄り道も終わりましたし第一の神殿行くで。ディスク読み込み中。石像を切ったらマジックポーションや敵が出ることがあるんや。見つけたらとりあえず切ってみましょう。もう早送り。神殿広いし全部の探索流したら5時間とか超えるで。さすがのうちの視聴者さんの逃げていく長さ。あの温かい視聴者さんたちが冷えてしまう長さよ。初めてのスタルフォン。骸骨の雑魚敵やな。
こいつは盾を上にしか構えて偏見。下段を狙って切れば倒せるで。まだまだ余裕。鍵です。こいつを取るためにここまで来たんや。鍵ゲット。取る行動も全部剣で解決する。切れば生まれのものになる。ここはそういう世界。また適当なことを言ってるな。エレベーター注意。高さが変わるので、エレベーター調整して攻撃しないと敵の頭上をかすめるだけですよ。と言いたかったのですが、すでに押し、ビームソードが。まあ、いつかダメージはもらうので、次の鍵取りに行こうぜ。次の鍵到着。もろた。さらに奥にも鍵があります。当然取りに行く。ここでも初登場の敵、グーマ。牛から作られたハンマーを投げてくる敵です。進めるんやけど。シールドの魔法ケチって追い込まれています。イープ。おしゃかってしまいました。グーマは手強かったですか？手強かった。どうやったらハンマー抜けて攻撃できる？ジャンプしてハンマー投げた時が狙い目です。ジャンプしよったんじゃ。全然気づかんかった。次はシールドの魔法使いますか？使うよケチらず行きましょう。グーマがジャンプします。ようわかるな。今です。ほんまにいけた。操作ミスで後ろに攻撃。しかし、内側に入ってしまえばこちらのものです。レベルアップやアタック選ぶで。鍵ゲット。石像からも赤い MP 全開壺が出たで。至るところに回復壺が隠れています。魔法はケチらず使いましょうね。そうします。鍵も集まったので、この神殿のお宝をいただきましょう。シールドの魔法。バブルが大量にいます。こいつらのダメージは、MT にも及ぶ手強い奴らです。この先に経験値袋あるんや。取りますか？もちろん。お見事。これ取る。できんかったよな。取ろうとしてお鹿は当たり前。なんや知らんけど、小学生の頃よりは上手なった。本当になぜかはわからない。お宝の部屋に到着です。グッヘーテ、早くお宝を拝みたいぜ。気分はセーフ。鍵開けはできん。罠も外せない。神殿にある鍵を強引に奪い取る。セーフというか強盗。強盗というか勇者。ハイラルの勇者。お宝を漁るのは勇者の特権。むちゃくちゃだがその通り。経験値袋美味しいです。200は嬉しい。アヤンナック登場。レベルアップです。どうしますか？やはりここは HP で、ライフをレベルアップ。敵から受けるダメージを減少させ、さらにライフを全回復します。お宝や。ろうそくです。今まで暗闇だった洞窟などを明るく照らすことができます。ろうそく聞いてしょぼそう思ったけど、効果を聞いたら必須アイテムやった。洞窟内で落ちたらお釈迦の穴もありますから、ろうそくなしで進むことはほぼ不可能だと思います。アイアンアップと光線中。倒したらレベルアップや。すべて3にしてこの神殿を出ることができそうですね。経験値300とか、遠すぎてどうなるかと思ったわ。経験値袋や。200でレベルアップです。もちろんマジックを上げて、全部レベル3にするで。やりましたね。3で定着しました。ボス前にシールドの魔法。ボスです。第一の神殿のボス。マズラ。頭を狙ってくださいと言わんばかりの配色。もちろん頭が弱点やで。食らってますよ。わかっとります。ちょっと勢いつけすぎかもしれませんね。そんな気もする。やばい。相打ちばかりでは不利です。気合い入れる。初めからそうしてください。やりました。結構追い込まれたで。自爆しすぎな気もしますが、ま、倒したのでよし。よし。次からはお願いします。奥の石像の額にクリスタルをはめ込むとクリアです。かいな。神殿をクリアするとレベルも上がります。ええ感じでクリアして得したいの。アタックで。第一の神殿クリア。あと5つです。テンポよく行きましょう。結構むずいんやで。今回ののんびり実況では、テンポを重視して早送りや少し先に飛ばす演出を多めに使っています。プレイ時間がめちゃめちゃ長かったん。少し実験的なところもありますが、お付き合いいただけたらと思います。視聴者さんが見とって少しでも楽しいがあると嬉しいんやで。マジックの器ゲット。MP 最大値が1上がった。またも洞窟に突入。そういや、ろうそくの効果で洞窟が明るい。女神像ゲット。次の町で探しとる人がおるけん、先に取っといた。こんなこともあろうかと、先に取っておきました。糸の町。とりあえず回復。マジックの回復。ま、女神像だわ。おじいさんに会っていって。おじいちゃんに会いましょう。
つものおじいちゃんでや。ジャンプアップの魔法、覚えていくがよい。ありがとう。唱えるとジャンプ力が上がります。リンクは旅を進めるのであった。街を南下して洞窟を抜けていきましょう。オクタロック、ゼルダのタコは石を吐く。ゼルダイチやとただの雑魚やったのに。ゴーリアさんを倒して、ゴーリアさんのブーメラン欲しい。今回はもらえません。またもゴーリアさん。めっちゃブーメラン投げてくる。コウモリのような敵、エイク。キーストはちゃん。キーストはチャウっぽいです。結構倒しにくい。ここでジャンプの魔法。唱えないとジャンプが届きません。妖精に回復してもらう。ここに隠れているのを知っている。全開や。沼地は足を取られて動きにくいで。できるだけ避けたいですが。そうはいかんざき。振り。しかも政治ネタ。誰が反応できるんですか？今やと面白い思って。反省してください。リンクは瀕死ですが。シールドの魔法で乗り切りたい。下手なことしなければ大丈夫ですよ。いけたっぽいで。街で回復できますね。街にが飲んだ一味が紛れ込んどる。こんなところまで。鏡をなくしたわ。しくしく。探したるわ。怪しい子や。テーブルの下で鏡を見つけたぞ。速攻で見つけてもうた。ついでに有名人の墓参りしとこか。お盆終わりましたよ。ユーシャルとここに眠る超有名人。マジカルソードとロブの剣交換してもらいましょう。罰当たりな。話危険かった。ボタン連打してセリフ飛ばしちゃいました。ラウフ復活の魔法を授けよう。ケアル覚えたで。ケアルラかも。橋渡しの知り合いの人に会いに来た。森の中に隠れ住んでいるんですね。町行く前に寄るつもりやったけど忘れとったわ。俺の名はバグだ。私らの男にこの手紙を見せろ。初対面やのにありがとうなのよ。私は来たで。バグの知り合いか。それなら橋をかけてやろう。初対面やのにバブさん優しかったわ。橋ができよる。すごいシステム。これで通れるで。この川飛び込んだらお釈迦でしたし。まさかお釈迦るとはな。恐ろしい川やったわ。デスマウンテン突入。デスマウンテン。ゼルダイチのラストダンジョンやん。呼び方に相模を感じる。前のシリーズで攻略したダンジョンが出るん。嬉しいよな。激しく同意。森ブリンさん登場。こいつもゼルダではおなじみ。前は森で撮ったよね。いっぱいあれを投げてきていました。唐突に早送り。もうスライムだけやし。ボトですよ。ボト。悪いけんど、ビトとボトって分かりにくいねん。それは同意。それでも赤いビトはこれ以降ほとんど出てきません。ボトだけ覚えていれば大丈夫です。スライムベスが脳に染みついとんよ。それは私も同じです。スライムとドラキーが現れた。天の弱。エイクですよ。ほんまにエイク忘れとった。ダイラが初登場。デスマウンテンで一番怖いワニ。こいつに何遍泣かされたか。斧の斬撃は盾で防げないのが難しいですよね。斧は剣に弱いはずやのに。ファイアーエムブレムですね。3ス組がある最近のファイアーエムブレム。3ス組が入ったのは聖戦の系譜。1996年で最近ではありません。そんなことよりレベルアップやで。そんなことだと。ライフレベルアップで HP 全回復や。またダイラが。子供の頃はめっちゃ嫌やったダイラやけど、こんな段差でこっちこれん状態やと。それでも2発食らいました。経験値100でうまいと感じる。気持ちに余裕がありますね。ゴーリアから逃げる。ダメージ嫌や。行き先が2択で迷う。回復もしたい。いて前根性で進むことに。いつもの橋で見かける雑魚敵。こいつの対処は慣れていますね。洞窟の天井に引っかかるんが気になる。天井を利用しての奇襲攻撃。こりゃたまらん。逃げるんに限るわい。ケアルらしとくか。MT 満タンですし。おすし。ジャンプも使おう。この先の高台に赤い壺。あれ使えん。まさか。 MP 足りひん。やってもうた。スライム倒して青壺稼ぐわ。時間かかりますが、それやりましょう。スライム6匹倒したら青壺出るんよな。そのはず。あ、赤平や。逃げましょう。赤平は手斧を投げてきます。もちろん盾で防げないので。
できるだけ退治しないようにしたいですね。回復してジャンプ使えるで。いつの間に。ハーミリーちゃんは赤平の解説中に、これで赤壺が取れますね。ジャンプで赤平からも逃げやすく。MP 全回復。両の本間避けれん。あれからなぜファイアーエムブレム用語？一緒の会社やし。一緒の会社つながり。逃げ切った。赤平は余裕あっても逃げましょう。次。誰が来るか？ブーメランが羨ましいゴーリアさん。赤平の後々優しく感じる。エイクの援護攻撃。これは止まらん。シールド使う。上部のエイクが気になって戦えない。立ち回りが雑になっとる。ゴーリアさん撃破。このドラキーのせいで、うまく連携でやられましたね。次はこちらも1対1に持ち込むように誘いましょう。そのように。ダイラが現れた。それでも戦う意志を示すが、ガード不能。風前の灯火。ケアルラや。MT 足りませんね。マジですか。一応試す。唱えられないでしょう。ケアルラ使えん。これでも私はウィザード、魔法の専門家ですよ。ドラキー倒して青壺取るわ。青壺ゲット。ケアルラ。正式な名前はライフの魔法です。戦えるぐらいには回復した。シールドも使いたいが、MT がない。マジックのレベル上げれば、少ない MT で魔法使えるようになります。よし。ノーダメージで倒せましたね。このペースで倒せれたら、レベルアップももうすぐやな。赤平さえでなければ。あいつは無理。テオノがガード不能なの、ほんときつい。普通のジャンプやと避けにくいんよね。ジャンプの魔法使わないと安心できません。珍しくスライムベスが出てきた。ビトですね。飛び跳ねてこないので、簡単に倒せます。経験値1。まあそんなもんですよ。やった。段差の下のダイラや。タイミングを見て、無傷で経験値100もらいましょう。よっしゃ。経験値袋は嬉しい。200ゲット。さらにダイラ。ミスった。ダメージもらっとて痛いです。慎重に言っても、ミスるときはミスる。ヒューマンエラーは消せないので。次はボトが現れた。経験値100も出てきたで。侮りすぎでは、ダメージくらい怖くなってシールド。レベルアップ。すべてを4にできました。これで定着したので、ゲームオーバーしても4からスタートです。ネクスト経験値1000か。大丈夫ですよ。おもむろに赤壺が置かれている。取ってライフ使いましょう。あいや。ついにここまで来た。メガネ岩に到達です。ゼルダ1夜とラストダンジョン。もちろん最新作のケアーズ・オブ・ザ・キングダムでも、メガネ岩はあります。そのあたりは、昔からゼルダ好きなものとしてはめっちゃ熱い。干渉に浸る間もなく赤平が襲ってきた。こいつは倒すしかねえ。逃げるところありませんですし。危ねなんとか倒せましたね。え。MT あるしケアルラストクで。賢明かと。ダイラでテコンと問題なく進めるな。でもこのバウンドは苦手。ダイラが現れた。コマンド？ダイラを倒した。経験値100ポイント獲得。赤平が現れた。コマンド？やばい気がする。シールドの判断が遅い。風前の灯火。リープ。押しかってしまいました。結構惜しかったと思います。お帰りなさい。次は初めにシールド使いましょう。そうする。真正面からゴリ押しでなんとかするしかねえ。本当にそうなんだろうか。他の答えを知らねこれは本当にそう。赤壺。え。助かる。ケアルラ使って赤壺いただく。全回復。最高の状態で臨めます。ジャンプアクションシーンで失敗は許されねえ。失敗したら全て台無し。最終決戦に向けてシールド。 3回被弾しましたが、シールドのおかげで被害は少ない。ジャンプ使って逃げるで。今回は戦わずにアイテムダッシュ優先。お負けへんね。逃げ切った。ハンマーゲット。命あっての物金だ。 HT ギリギリ。無事、メガネ岩から脱出です。早速ハンマー使ってみた。落とし穴。穴を抜けたそこにはマジックの器が。マジックの器ゲット。ケアルラ使う。ひとまず安心な水準に。粉、トルモン取ったしおいとましようか。このデスマウンテンから洞窟を抜けると橋があり、墓場を経由して次の町を目指せます。それ行ってみよう。溶岩とオクタロックの組み合わせ、結構ずるいと思います。気を抜いたら石に当たって落ちてお釈迦に。なんとか突破。気を抜かずに行けましたね。橋に到着。長そうな橋。赤森ブリンさん、弱い剣助かる。ひどい評価。青も打ったんかいな。あっさり撃破。ケアルラ。ライフ。赤ダイヤが現れた。最後まで邪魔しに来て。シールド使用。許さんで。撃破しました。雑魚は全滅。王の墓の近辺に到達。徒歩で港町まで行きましょう。ハンマー取ったん嬉しい記念。岩を壊す。
待ち着いたけん一安心。縦札読んどこ。港町、ミド。休んでおゆき。MP 回復おばあちゃん。ジャンプ使って2階から侵入するで。じゃあん。ジャンプしたとき、器量下に入れなさい。覚えた。覚えが早くて助かる。技の修行とかもすっ飛ばして。娘が病弟子にそうじゃ。おいおい。なんとかしたる。薬とかそういうの探しましょう。カンマ。岩を壊せるので行き来ができるようになりました。あからさまなやつ。岩を壊して洞窟に入りましょう。覚えたての下付き。下付きめっちゃ使いやすい。でもこれ、よく考えると踏みつけですよね。そこに気づいたかねハーミリーくん。スーパーマリオの最強兵器踏みつけ。ハートの器も下付きでゲット。もう一個の岩で阻まれた洞窟に向かう。沼地に岩と洞窟。入りました。橋と溶岩と骨魚。続いて平。ガーフ2回食らう。赤平相手にジャンプなど。たまらずけあるら。さらに赤平。ダメージ食らうけど倒した。聖なる水ゲット。聖水か。トヘロスお。ばあちゃんの娘さんには血肉で。私のトヘロスを遮った。すまんのお委員長。また会話を消してもた。 B ボタン連打しすぎ。この呪文で妖精の力を借りるがよい。フェアリーを覚えました。フェアリーを覚えたんで大きい寄り道。お化けがいっぱいの方の墓から。隠し落とし穴。落下中にフェアリー魔法を選んですぐに唱えるんやで。ちょっと危なかった。敵に触れそうでした。禁止やけん焦ったわ。フェアリーは攻撃できなくなりますが自由に空を飛べます。また、鍵を持っていない時に扉をすり抜けることもできます。この隠し道を抜けた先は離れ小島の第三神殿です。まだ攻略はせんけど、ここの入り口でリンクを鍛えたいと思います。石像の頭を切ると、当たり、赤壺。大外れ、アヤンナックが現れた。こんな感じでランダムに反応ある石像なんよ。ちなみに外れは反応なしとされています。この大外れを狙ってガチる。ほどほどにガチるぜ。最高レベル手前までやってみるという意味です。早速レベルアップや。とりあえずアタック。このような形で、石像を叩いては神殿から出て、また入って石像を叩くを繰り返します。読み込み中がようけ出てくるな。神殿の出入りで読み込み入りますね。昔のディスクシステムだったら、待つん面倒なって、やらんかったかもしれん。それはありますね。ディスクシステムは非常に憧れましたが、ディスクの読み込み中と、B 面をセットしてくださいからの、さらに A 面をセットしてください。これを待つのは結構辛かったと記憶しています。今回はゲームボーイアドバンスのロムやけん、読み込みなくて助かっとるわ。修行が終わりました。ひとまずレベル6まで修行した。十分に強くなったので、第二神殿、ミドロ沼の神殿に挑戦しに行きます。沼は結構厄介。下付きがあるので、前よりは楽に進めるはずです。有効活用していくわ。動きが遅くなるので、敵と遭遇するのは仕方ありません。この辺に赤壺が。ライフの魔法で回復していきましょう。神殿につきまんた。調べるんですか？一応。赤壺がありますね。ほなけど魔力、体力、ともに満タン。なんで調べたんですか？出たら嬉しい思って。変わってる。ちなみに、きちんと攻略するのであれば、先ほどの赤壺は残すべき。なぜなら、スタート地点近辺まで戻る機会もあるので、その時に神殿入り口まで戻れば、赤壺が手に入り、MP 全回復、ライフの魔法で HP 回復の機会が生まれるからです。いたずらに出たら嬉しい、などという理由で出すのは、少しもったいないかと。解説ありがとう。どういたしまして、シールドの魔法を使って堅実に進んでいますね。シールドは今の魔法レベルやと、1メモリの16消費や、これで防御力2倍は強い。鍵ゲット。もう1個の鍵取りに行くで。先ほどのフロアの1階上に戻りました。バブルがすごい邪魔。満タンあった MP が半分以下に。骸骨剣士のスタルフォン。盾を持っているだけなので下段攻撃で OK。ジャンプ切りで取りたい。鍵ゲット。ジャンプ切り諦めた。新年入り口近くまで戻ってきました。入り口石像の赤壺はもう出しているのでありません。すいません。溶岩近くのスライム、何気に強敵やな。
鍵ゲット。音の体当たりで落とされないように注意です。音って何？スライムですよ。そうであったか。不用意な下つきで足場を壊して落ちないように。グローブ取ってないけん、まだいけるで。そうでした。グローブはこの神殿のお宝。取るとブロックを壊せるようになります。アイアンナックが現れた。コマンド？スライムの挟み撃ち。手強かった。さまよう鎧とホイミスライムの鑑定。こんなところに赤壺が。バブル倒してから取ったらよかったな。未来はわかりませんし。お寿司。上からブロックが降ってくる。経験値袋はグローブ取った後で取りましょう。この感じ、お宝の匂いがする。グローブありますから、さっさと進んで取りに行きましょう。先に言うんやから。アイアンナックが現れた。コマンド？逃げる。逃げるの。一段上で迎え撃つ。これは安全。有利な地形であっさり撃破。次もこれで頼む。もう一体ぐらいいそうですし。アイアンナックが現れた。コマンド？頭は盾で防げてないように見える。ガードされんと倒したで。実際どうなんでしょうかね。グローブゲット。お宝ゲット。ブロックが落ちてくる。3段以上積み上がってから壊して進みますか。早速お宝の試し切り。経験値袋は50。 50ではもう何も肝心。アイアンナック倒した方が多い。50で喜べた時には戻らない。ここだけブロック落ちてきませんね。もう一太郎。その方が早そうです。お宝でできること増えるん嬉しいな。アクションゲームの醍醐味ですね。エレベータまで持ってきた。ファイアモーとアイアンナックの複合攻撃。石像からの弾が厄介やわ。バブルに押し置き。エレベータ乗らずにまっすぐ進む。この先に鍵あるんよ。グーマを倒した。経験値50と鍵を手に入れた。石像は外れ。なんもでん。先ほどのエレベータを下り進む。グーマを倒したら左の石像を調べてみようかな。ライフの魔法をしよう。ジャンプの魔法もしよう。石像を調べています。赤壺ないっぽいな。諦めますか？諦めきれん。グローブで下付きボスボスボス。なんか出ましたね。赤壺出た。ケアルラやっとくわ。壺を取って回復途中に魔法を使うと節約できます。今回は MP50 必要なところを約32で使用できました。儲けたぜ。経験値袋。取りますか？もちろん。下付きしながら落ちたらいけるやろ。お見事。そしてアイアンナック。無傷で倒して経験値100や。かなり慣れましたね。黄色のアイアンナックからは被弾。なぜ弱い方は食らうのか。また赤いやつ。今回は無傷。なんか大体分かってきたぜ。アイアンナックが無傷で倒せるとかなり楽に進めますね。この背景はボスです。第二神殿のボス、ジャーマフェンサ。兜が分離して攻撃してきます。兜が来る前に本体の頭をひたすら攻撃です。分かってるじゃん。余裕でした。お疲れ様です。鍵ゲット。あとはゴール行くだけよ。クリスタルをはめ込め。もうすぐレベルアップだったのに惜しかったですね。まだ先は長いし、しょうがないわな。アタックで。次の神殿で、全てレベル7にできるといいですね。それも目標の一つよ。神殿から出ました。この足で第三神殿行くで。やる気で溢れている。さっき言った隠し落とし穴。さっき使ったフェアリー。離れ小島から第三神殿へ。すごく鍛えてもらった石像前に到着。フェアリー使って MP ヘッドル剣赤壺で頼む。ライフの魔法で回復してから取りましょうか。完全回復。万全の体制で第三神殿に臨めました。エレベーターで降りる。なんかあるよね。何ですか？スペランカーミがある。そんな感じしますね。ヘルグーマがお出迎え。グーマさんにヘルがついた。地獄のグーマ。地獄の駒みたい。思ったことを全部言うタイプ。経験値200。これはうまい。ヘルさんには頻繁にご登場願おうか。ガイン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 。ガガガガイン。ヤフ。ふざけてるから。また。風前の灯火。おお。こんなことあるんですね。テアルラ。迷わず回復。もってん使ったらよかったな。赤壺回復中でしたので、もう一度使うのはありでしたね。お化け出た。ファイアモアですね。怖い逃げる。鍵あるやん。鍵ゲット。ブロックに埋めてくれるとは取りやすい。ヘルグーマ。経験値200ごっつぁんです。ついでに倒されるアイアンナック。もう覚えたけん。経験値100を手堅くいただき。普通のジャンプでは届かない高さですね。魔法使うか。神殿の外に。中庭かな。こんなところに鍵が。鍵ゲット。
さっき見たエレベーターを下る。動物石像から赤壺。ありがたくケアルラ。鍵ゲット。経験値100ゲット。ボトが落ちるのを待て。ボトって何？スライム。赤壺ラッキー。シールド使うか。青いアヤンナックが現れた。コマンド？ビームソード連発するんやん。リンクは連打できないし射程も短い。敵のビームを前にジャンプで避けながら攻撃してみましょう。ダメージ与えてもビーム打てるんずるいやん。これはずるい。リンクもビーム打ちたい。狭いところは不利かも。ジャンプでビーム避けれん。下がる。押し通る。経験値200。こいつは上手くない。強いですし。お宝やん。イカダです。お宝忘れとったわ。先ほど下ってきたエレベーターから逆の方に進みます。経験値袋。この新年内でレベル上がるといいですね。50。もらえたのに不満そう。経験値100が来た。アヤンナックを舐めすぎ。だがしかしもうやつは分かった。ローダメージで安定してきましたね。下に掘るか。鍵ゲット。アヤンナックがいた場所のエレベーターを下る。ケアルラ使った。ヘルグーマさんをホフル。青いずるいやつ。相手にせずスルーしますか。スルーで。賢明な判断。とりあえず掘り進む。行き止まりか。全スルーでは進ませてくれませんでした。経験値100立てもろうていくわ。でも、ジャンプする隙間、ありますかね。やってみる。一番で段の様子を確認。下段は直進して行き止まりな雰囲気。激しく同意。掘っていくか。こいつずるいやつね。挟まれました。青アイアンナックを画面外に。分かってるじゃん。ジャンプで頭狙えないと強いですね。やばい。 MT 不足でライフの魔法は使えない。ほんまやわ。下段には経験値袋。ボスやん。残機はたっぷり。このリンク君は捨てて、次のリンク君で倒しましょう。そんな雑魚倒して青壺狙いんやろか。青アイアンナックですね。すまん、リンク君。すぐ諦めた。ボスです。あれまさか。こら何もせず棒立ちはないでしょう。練習してみるとか、なんかそういうのがあったでしょうに。あっちの方が潔いと思って。ダメです。あがきなさい。ダメでも泥臭くあがくのです。それも案外好き。ボスです。シールドの魔法とジャンプの魔法を使用。ジャンプの魔法はいつもと感覚変わるが大丈夫か。下付きや。普通に飛び越えた。ジャンプ力高え。第三神殿のボス。レボナック。鉄の馬に乗り突進してきます。まず馬にダメージを与え、落としましょう。馬がいなくなればただの青アイアンナック。雑魚敵と変わらないので安心ですね。まだ馬はノーダメージですが。ジャンプ力強すぎてタイミング合わへん。懸念が現実に。ジャンプの魔法は余分だったな。残すしかないか。孤独のグルメの岩のに残す場面に合わせても誰も分かってくれませんよ。グルメ漫画で残すとは意表をつかれた。残すしょう。はっはっは。ボス戦で孤独のグルメの思い出し笑いとは前代未聞の事態に。肝心のボス戦は変わらず下付きが空を切る。孤独のグルメの説明の時に一撃当てたんやで。また当てた。あんな当て方もできるのか。もっぺん試してみようか。引きつけて上昇中に当てるんですね。よっしゃ。馬が逃げてただの青アイアンナックになりました。もう勝利は目前。ジャンプ強すぎ。全然タイミング合わん。もうジャンプの魔法禁止ね。リンクの攻撃ミス。連続攻撃ミス。ほんま当たらん。次こそメラメラ。今の何が当たったの。やったで。てかメラメラ。何が当たったかはようわからん。まあよし。鍵ゲットしたら突然戻り出す。経験値8でレベル上がるやん。こんなん誰でもいい剣倒すしかないやろ。通り魔のようなことを言い出す頃ね。しかし相手はよりによって青アイアンナック。シールド使って振りをした。ライフで。神殿内で1レベル上げれたわ。ということはクリスタルを石像にはめてクリアでもう1レベルアップ。そうなりますね。第三神殿クリアや。経験値がたんまり入ると助かります。ここで突然アタックをレベル8にしたりして。やめなさい。当然マジックで。すべてのレベルを7にできました。ほな神殿から出よか。ここで視聴者さんにお知らせです。第三神殿クリアで動画が34分。全クリまでまだまだ遠いけん。リンクの儲け、のんびり実況の前半はここまでです。今回は早送りやカットでかなりの間を切り詰めて、できるだけ視聴者さんに見やすいように編集したつもりですが、楽しく見れたでしょうか。
後半の映像素材もかなりの長丁場ですが、できるだけ視聴者さんに楽しんでいただけるよう、大胆にカットして長丁場になりすぎんよう頑張るつもりや。またお待たせすると思いますが、お付き合いいただけると幸いです。リンクくんは町に戻って回復して、イカダツこうて右の大陸に移動するみたいやな。右って東って言いましょうよ。マーさんは東西が苦手だそうだ。鑑定ある？ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロネは四国メタンさん。ハーミー、メイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。